こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、区切り目の50話目となりました。早いものです。記念にトラウマ級のことを成し遂げたいところよね。ここまで準備してきてあとは建築作業だけですし、さすがに大丈夫なはずです。さて前回は、近所で羊毛を探したり、キノコ島とメサから建築材を集めてきて、この先11層分の建築材を揃えました。今からトータル8228個の建築材を、一気に積み切ってしまいます。では早速、いつもの地図ひっぺがし作業からです。なお地図が飛び散ると探すのが面倒なことになりますが、今回は地図たちはまあまあおとなしく回収されてくれました。地図運が良かったのね。さて、ここから私は建築系です。現時点のピラミッドは進捗 63.6%、65層まで伸びています。そして今回の建築作業では76層まで伸びて、積み切ると進捗は 71.2% に達します。やっと7割超えるのね。で、50話目にして、ようやく雲を超えるんですよね。別に狙ったわけでもなく、様々なトラブルがあって結果的にという感じですが、区切り目にふさわしいタイミングで良かったです。それよりちゃっちゃと登りなさいよ。モブが湧いてないか気になるじゃないですか。さて、ちょうど雲が差し掛かってきています。ちょいと視界が悪いですが、でもまあ差し障りはないかな。さてまずは氷からです。明るさで溶ける建築材を積むのは初めてなんですよね。ここで積んで溶けちゃったりしないの？直射日光では溶けないはずですし、松明からの距離は机上計算済みですし、きっと大丈夫です。ところで、氷が雲を透過しすぎで気持ち悪いんですけど。遠近感が狂うわね。さて2分ほどで今更雲の仕組みに気づいたのですが、どうも雲は16ブロックずつに分かれている様子です。ひとまとまりではなかったのね。雲と雲の境目を抜けるときに、いちいち戸惑ってしまうんですよね。急に雲の濃さが変わると意外と積みにくいです。まあ戸惑いつつもこれで1周、5分ほどしかかかりませんでした。で、心配していた氷ですが、現時点では溶けないでいてくれているようです。珍しく計算通りだったわね。明るさについては松明からの距離を慎重に何度もチェックしていたので、さほど心配してなかったですが、それより私が見落としている法則がある恐れの方が怖かったです。氷は地上にしかないものね。さて次は氷塊ですって大滑りますね。ちょっと気を引き締めないとなりません。で、チャカチャカと高速積みをしていたところ、雲に入ると急にくっきりしました。さっきの氷とは違うわね。ひょっとしてマイクラの雲は中身が空なのでしょうか。余計混乱してきました。こうも切り替わられてしまうと辛いです。なかなか複雑な物理法則が実装されているようね。まあ慣れるまで我慢するしかなさそうです。で、案の定というか、やられました。慣れないうちに急ぐからよ。5分で1層詰めるとはいえど、11層もあるのでついつい焦ります。うおやばい。あ、よかった落ちてない。でも、ちょうど1人分落ちれる穴が開いたわね。あっさり証拠隠滅しておきます。それにしても、効率強化は逆にあだとなる時があって厄介です。建築の際は付与なしに持ち替えた方が正解なのでしょうか。さて67層まで完成して、次はカラーブロックです。で、まだ先は長いのでチャカチャカ積んでいきたいですが、ここから2層は足場が滑ります。まあ特にこの層は、まだこれから氷が溶けるかもとつい考えてしまい、微妙な恐怖感を覚えます。溶けても水源になるだけだから、泳げば大丈夫よ。さて5分弱で積み込み終わって、日が暮れてきたようです。そういえば少し前に気づいたのですが、夕方になると影が濃くなるんですよね。4本影の線が走っているわね。今のところはガラスの真下だけ直射日光が透過しているはずです。
さて来る日です。ここからがきつい作業です。ただ、意外と高さへの恐怖感はだいぶ麻痺してきた感じです。一度落ちてみたらすぐ取り戻せるわよ。で、後ろ向きに進んでいるので、急に雲に入るとゾクッとします。それにしては手が止まってないようだけど。まあ見づらい時は松明設置の音のタイミングが頼りです。感覚的にはリズムゲーです。とりあえず折り返し地点に着きました。ちなみにここの真下はサバンナ大地なのですが、もはや静観する高さではないです。そしてなんとか松明を設置し終えました。小指はまだ大丈夫です。持久力ついてきたわね。で、おそらく今回の建築ターンでは、この階層が最も積みにくいです。了解で足場が滑りつつ、雲と透過ブロックで見分けづらいの二重苦なんですよね。さすがにもう雲飽きてきました。早く雲の上に抜けたいです。あんなに憧れていたのに。さて、ガラスは割れやすいので慎重な扱いが要求されます。割ろうとして割れやすいとか。そしてついに、この時がやってきました。この企画始まって50話目の区切りで、いよいよピラミッドが雲を突き抜ける瞬間です。まあピラミッドは後倍以上高くなるのだけどね。うおー眩しい。周囲は雲一面です。で、ここまで来たら後の建築材は積みやすくなるでしょう。しかしまあ、雲の上だとここまで足場が見えづらくなるものなんですね。ちょっと怖いです。足場があると信じる力が必要ね。よし完成。さて一休憩して眺めてみましょうか。よいしょっと。ついにここまで来ました。割と感無量です。割となんだ。まだ先は長いですから。で、ここだけの話ですが、思えばこの企画、前作で建てた異なるブロックの塔の上り下りが異様に怖くて、それで怖くならない形を考えたところから、この企画案を練っていったんです。そんな理由で村を闇に沈めることにしたのね。さて、あとはサクサク6層分積んでいくだけです。まあ雲に邪魔されにくくなったものね。まずは赤の巨大キノコを。そして次の茶色の巨大キノコの層まで完成です。あとは緑の3種類と雪ね。で、小休憩して下を覗き込むと、かなり小さいですが、雲がくるくる回っているのが見えます。あの雲はいつまで回り続けるのでしょうか。日が暮れるまでじゃないかしら。そして、サクサクと緑の羊毛を積み終わると、次は再び小指の鍛錬のお時間です。すでに雲には邪魔されない高さなので作業は楽ですが、雲が下にあると高所の恐怖感がかなり薄まって、気が緩みそうなのが怖いです。ややこしいわね。そしてその後はもう楽勝モード。緑のガラスを積み終えて、この緑の粘土で、立方体ブロック換算での建築進捗が 70% を超えました。そしてようやく今回の建築ターンの最後の一つ、雪ブロックです。不応しもた。ここに来て油断したわね。さすがにちょっと集中力が乱れてきてます。というかこればかりは、シルクタッチのツルハシでも回収できないですよね。シャベルじゃないとダメよね。まあ雪は、ギリギリの数しか持ってきてなかったので、拠点まで往復して雪一つだけ持ってくる羽目になりました。なんで予備を持ってこなかったのよ。大抵は予備を持ち歩く必要ないんですよ。そもそも建築材をなくすこと自体少ないですし、なくしても次の層の建築材を取りに行くときに、ついでに補充できるんですよね。で、どうやら北3枚の地図はもう少しで埋め切りそうです。あと1層か2層かしらね。さて、ピラミッド拠点に戻ってきたところで、キリがいいので今回はここまでです。プレイの方はこの後アイテム整理して、山岳拠点にたどり着いたところまで進めています。つまり次回はブランチマイニングね。
はい。まあでも、あまり長くは掘らないつもりです。大量に掘っても一度に運べるブロック数に限りがあるんですよね。なのであと少しで必要数揃いそうな、レッドストーンブロックの数を目安に考えています。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。